皆さんこんにちは、斉藤正光です。木工を始めてビギナーを抜け出そうとする頃に視野に入ってくるのがこの手押しカンナかと思います。平面と直角を出すための道具ということは分かっているけど、実際に使い方の原理原則というものまで理解するのは難しい、ちょっとハードル高めの道具だということが言えます。そこで今回は手押しカンナの役割とそもそもの使い方、これを詳細に説明し、手押しカンナを購入するかどうか迷っている方が、いやこれまでこんなこと誰も教えてくれなかったと思える情報をお伝えしていきます。動画の前半では平面出しと直角を出す方法について説明します。後半ではいかにまっすぐに、そして平面にするかということについて説明していきますので、最後までご覧ください。それでは早速始めていきましょう。皆さんはこのような木と出会ったことはないですか？こうやって曲がっていて平面に置いてもカタカタしてしまうような木、こういう木に出会ったことあると思います。こういう材料を使う難しさお分かりですよね。長さもきちんと測ってその通りに切っても組み立てようとするとガタつく、そういう経験ありますよね。簡単に言うとこの手押しカンナはその木が曲がったり反ったり、もしくはねじれているものをまっすぐに平面に加工するような機械です。反りや曲がりがなくて完璧な平面がここに一つあったらいいのになと思うことありますよね。手押しカンナ板は手で押して材料を送って使うカンナのことでして、材料をこちらから向こう側へ向かう向きに押して使います。最初に材料を乗せる場所をインフィードテーブルといって、出ていく側をアウトフィードテーブルと言います。そしてこの中に入っているのが刃です。この刃は材料の進行方向、こちら側に対して対抗する方向に回って回転して材料を削っています。私の使っているものは2枚刃のタイプのものになっていて、中に刃が2枚入っています。プロ用のものになると3枚入っていたりだとか、ヘリカルタイプのものが入っているものも存在します。そしてこちら側に見えるこれをフェンスと言います。このフェンスは調整することが、角度を調整することが可能です。この刃の高さとインフィードテーブルのこの高さの差が削る量を決めていまして、このインフィードテーブルはダイヤルで調整することができますので、このジョインター、この手押しカンナの場合は8分の1インチ、およそ3ミリほど最大で削れる設計になっています。しかし実際にはこんなに1回で3ミリも取ってしまうようなことは、加工するようなことはありません。せいぜい 0.5 ミリ程度、多くても1ミリぐらいと思っていてください。この加工する量が小さい方が仕上がりが良くなる傾向ということは覚えておいてください。ではアウトフィードテーブルはどういう役目でしょうか。実はこのアウトフィードテーブルというのが全ての基準になっています。アウトフィードテーブルのこの位置の調整が手押しカンナのほとんど全てを決めていると言っても過言ではありません。いきなりこのアウトフィードテーブルと刃の高さのことを説明されても分かりにくいと思うので、一度削ってみて、その後アウトフィードテーブルとこの刃の高さの関係性について説明していきます。まずはどこが加工されたかが分かりやすいように、ちょっと鉛筆でマーキングをしておきます。このように適当で構わないので、前面に鉛筆で印をつけておきます。こんな感じですね。でこれは今回説明用にマーキングしている、特別にマーキングしているというのではなくて、時にはやはり自分で加工するときにどこが加工されたか、一目で分かるようにしておかないと、端っことかですね、反りもどういうふうに反っているかねじれているかというのが分かりにくいので、最終的にやり直しになってしまうことがよくあります。なので慣れるまではこういったねじれた材料とかはマーキングしておくのがいいでしょう。まずは一度加工してみます。削り終わりました。この辺に鉛筆は残ってますが、削れている部分もあり、後ろの方はあまり削れていないような印象ですね。こうやってこれを何度も繰り返して、このマーキングした部分が全てなくなったら全ての面が加工されて平面になったということです。もうちょっと続けてみましょう。
さあお分かりいただけますか？このように全てのマーキングが消えたように思うんですが、ここに少しマーキングの跡が残っていますね。もう一度これを繰り返しておきましょう。全ての面が加工されました。ここにちょっと置いてみますか。先ほどあったカタカタは全て、消え去っていますね。こうやってピシッと平面が出たということになります。でこの材料の押し方ですが、材料の先端側、アウトフィードテーブル側を押すようにしてください。そして強く押さえてはいけません。あくまでも軽めに押さえてください。そして材料の終端部分はインフィードテーブルに乗るわけですから、材料の終端部分は押さえつけるのではなく、ここに引っ掛けるような形で前に送る力にするだけにしてください。で先端側と、後ろ側、これを両方押して、こう送ると。でどちらかというと先端側に力を入れて、インフィードテーブル側はこの場合こういう引っかかるジグを使っているんですが、こう引っ掛けて前に送る力だけと。基本的には押さえつけないというやり方でやってみてください。今説明した押さえ方の理由を分かりやすくするために削る面を変更します。この材料の側面を持ってこういうふうに押して削ってみます。で分かりやすいように取り代を多めにしてインフィードテーブルを下げておきました。安全ガードこのように外して皆さんに見せるように加工していきたいと思います。で皆さんは使う時に絶対に安全ガードを外して解除した状態で加工してはいけません。で今回は説明するために、という目的と十分に刃から高い位置を持つというこの2つの観点から安全ガードを外して加工してみます。皆さんは絶対に安全ガードを外さないようにしてくださいね。このように加工途中で止めるとよくわかります。インフィードテーブルからこうやって進めていった時に、今ここはもう加工してあるところですが、少し間が空いていますね。刃を通過した後にこうやってアウトフィードテーブルに乗っかっています。ただインフィードテーブル側は下がっているので隙間が空いています。つまりアウトフィードテーブルを基準として、加工されて平面出しされるということですから、最初に説明したインフィードテーブル側の材料を押さえつけてはいけないというのはそういうことです。インフィードテーブル側を押さえつけてしまうとアウトフィードテーブル側はこういうふうに少し上がるようになってしまうので、段差がついているので、このようにすでに段差がついていますね。浮くことになるんですね。なのでこちら側を押さえつけてしまうと先端側が浮き上がって、アウトフィードテーブル側が浮き上がって、こちら側を基準に加工されるのがうまくいかないということになりますので、先端側だけを押しましょうということを言いました。そして、柔らかい材料ですと、このアウトフィードテーブル上で、要は体重をかけるような、こうギュウギュウ押さえるようなことをしますと、少しまだ反っている状態だと材料がこう曲がって、矯正されてしまうと。で加工が終わった後はその荷重が抜ければスプリングバックといって元に戻る作用があるので、また元に戻ってしまうのでうまく平面が出せないんですね。かといってあまりにもこの押す力を弱くしてしまうと、この加工の力に跳ね返されてしまうこともあるので、ちょっとここは慣れていただくしかないかなというふうに思います。なので、最初は強めに、慣れるまではしっかりと力を入れて、加工が終わった後に平面度を確認したりして自分の押す力を掴んでいってください。また付け加えておくと、このように、反ったり曲がったりねじれているした材料のどの面を最初に加工するのかというと、例えばこういう材料ですね。今こういう方向に曲がっているのですが、こちら側を下にして加工してください。こういうふうに曲がっている材料を、外側を加工の面にこういうふうにテーブルに乗せてしまうと、どこが加工されるのかというか毎回変わってしまうので、必ず反っている内側、円弧の内側を下に基準面にして、通すようにしてください。アウトフィードテーブルが基準となって加工されることを理解していただけたでしょうか。
続いては直角面を出す方法です。先ほどの説明までで一つの平面を出すことができるということを説明しましたね。最終的な製材としてはこの面を基準にして材料の厚さと幅を自分の必要な寸法にするわけですから、一つの平面に対して厚さはこの後自動カンナで加工します。で、幅はテーブル層もしくは丸のこなんかで加工しますよね。で、その時の幅を決める時の基準はこの側面になるので、この側面が基準の平面に対して直角になっている必要があります。ここは直角になっていないとうまく反対側を加工できません。この直角にすることを金出しと言います。では金出しをしていきますが、これは簡単です。フェンスを今90度にセッティングしてあるので、そのフェンスに先ほど加工した平面を今度はこのフェンスに基準面を移してフェンスに押し当てた状態で加工します。ではちょっと一度やってみましょう。そして言い忘れましたが、この時も同じです。強い力で押さずにあくまでも軽い力で十分です。このようにフェンスに押し当てて、もちろん素手ではなくてプッシュブロックを使って押し当ててこちら側へ滑らすだけで加工することができます。ただ前提はここのアウトフィードテーブル面とフェンスが90度にセットアップできているということが前提です。で、軽い力でこう押すのが難しい時の対処法としては、こういったシリコンスプレーなんかを準備しておいて軽くですね吹きつけておくといいと思います。で、これでもまだ抵抗が大きくて押すのが難しい時っていうのは刃を研ぐタイミングかもしれません。さて、ここまでで製材ができる基準面を2つ、底面とこの横の90度面ですね、これが準備できました。この2つの面があれば、厚さは自動カンナで調整して幅はテーブル層もしくは丸ノコで調整することができるようになるので、自由自在に皆さんの思った寸法に製材をすることができます。ただこれは実際に使ってみると、ここが平面にしっかりなっていなかったりまっすぐにならなかったりすることがあります。アウトフィードテーブル基準でここに押し付けて、もしくはフェンスに押し付けて加工すれば大丈夫なんじゃないのかなと思われるかもしれません。そう思われる方いらっしゃいますよね、もちろんね。で、もちろん私も最初この機械を買った時にそう思ってました。もうこれでアウトフィードテーブル基準で押せばうまくいくものだと思っていましたが、実際にはうまくいかないことが結構な確率であります。ではうまくいかないパターンというのを実際に見ていただきましょう。いやー、どうでしょうか。こうやって全くこう直線にならないというのが理解していただけるかと思います。先ほど加工したやつはで見るともう全くブレることもなく直線が出ていますね。アウトフィードテーブルにしっかりと密着しております。何度やっても同じ結果です。もう一回加工しても同じ結果です。なのでこういう 1x4 を板継ぎしようと思った時に直線にならないので、こっちに合わせようと、上側に合わせようとすると下が空くし、下側に合わせようとすると上が空くというような形になってしまいます。で、これの原因はこのアウトフィードテーブルと刃の高さの調整がうまくいっていないことが原因です。しかも一見加工できるのでうまくいっているような感じに見えます。なので発見しにくいような状況に陥ってしまっています。分かりにくいんですね。何が原因かがよくわからない。私もこれでかなりの時間を無駄にしました。ここから先の調整方法の習得が必要な方はメンバーシップ限定動画でより詳細に余すところなく私の知識を全てお伝えしていますので、メンバーシップへのご加入を検討してみてください。これまでうまくいかなかったのはこういう理由だったのかと思っていただける内容になっています。
月190円でメンバーシップに加入できますし、この手押しカンナの動画だけを見ていただいて、それで解約していただいても全く構いません。皆さんが入っていただくタイミングと出ていただくタイミング、解約するタイミングは自由です。ただし、公開から時間が経過するとアーカイブを見られるコースの方というのは限定されてきますので、今この動画を公開から少し時間が経って3ヶ月とか3年とか今そういう後から発見されたという方はぜひチャンネル登録をしてこのチャンスを見逃さないようにお願いいたします。加えてサブチャンネルもやっていますし、無料のメルマガでこういったコアの情報ですね、木工に関する基本的な情報ですが、お金はかからないのでそちらについてはノーリスクになりますので、概要欄からぜひ購読してみてください。今日の動画役に立ったと思っていただける方はぜひ高評価をよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。